こんにちは。今回は長々編みで編む簡単な模様編みを紹介します。こちら側が表側です。そしてこちらが長々編みが裏側になります。どちらでもお好きな方をお使いください。今回は2本のかぎ針を使います。作り目だけを8号のかぎ針で編みます。針を糸の後ろに回し、左下右へと回転させて糸をかけて引き抜きます。ここから鎖編みを10目編みます。10目の鎖編みができました。次はかぎ針を7号に取り替えます。7号に変えて模様を編んでいきます。最初は細編みですから、立ち上がりの鎖編み1目を編みます。鎖編み1目を編んで、すぐ根元の鎖編みの裏山を拾って細編みを編みます。裏山が拾いにくい人は裏山でなくても鎖の目を拾えば大丈夫です。糸をかけて引き出して細編みを編みました。次も裏山を拾って細編みを編みます。1段目はすべて作り目の鎖編みの裏山に1目ずつ細編みを編んでいきます。細編みも全部で10目編みます。ここが最後のところです。鎖編みの裏山に細編みを10目編みました。次は2段目です。2段目は長々編みを編みます。細編みを1段目で編んで、次は長々編みを編みます。長々編みの立ち上がりは鎖編み4目になります。立ち上がりの鎖編み4目を編んで、次に長々編みを編んでいきます。ここから長々編みの立ち上がりの鎖編みを4目編みます。鎖編み4目を編んだら編み地を裏返します。次の細編みの頭の2本を拾って長々編みを編みます。次の頭の2本を拾います。針に2回糸を巻いて、糸を指で押さえて編むと編みやすいです。中指で糸を押さえながら鎖編みを編んだ次の細編みの頭2本に針を入れ、糸をかけて引き出します。次は
2本ずつ糸を引き抜いていきます。針に糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜き、もう一回糸をかけて残りの2本を引き抜いて長々編みができました。2段目はすべて長々編みを編んでいきます。針に2回糸をかけて、次の細編みの2本を拾って、ここに長々編みを編んでいきます。糸をかけて引き出し、針には4本の糸がかかっています。次は2本の糸を引き抜き、次も2本の糸を引き抜き、そして最後も2本の糸を引き抜いて長々編みを編みました。2段目はすべて長々編みです。1段目の細編みの頭の2本を拾って長々編みを編んでいきます。ここまで長々編みを編んできました。次が最後のところです。最後は1段目の細編みの頭がここになります。この細編みの頭2本に長々編みを編みます。最後の細編みの頭に長々編みを編みます。この2本に針を入れて長々編みを編みます。2段目の長々編みが編めました。次の3段目は細編みを編みます。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。次は長々編みの頭を拾いながら細編みを編んでいきます。長々編みの頭2本を拾って細編みを編みます。鎖編み1目を編んでから編み地を裏返します。次に細編みを編むのは鎖編みを編んだ根元のここです。この長々編みの頭2本に針を入れて、ここに細編みを編みます。次の長々編みの頭2本に針を入れて、ここも細編みを編みます。3段目はすべて細編みを編んでいきます。次は3段目の最後です。最後は鎖編み4目で立ち上がったこの鎖編みのところに細編みを編みます。4個目の鎖編みのところに細編みを1目編みます。これで3段目ができました。次の4段目は
2段目と同じで長々編みを編みます。長々編みの立ち上がりは鎖編み4目です。鎖編み4目を編んで編み地を裏返します。次は2段目と同じように前段の細編みのところに長々編みを編んでいきます。鎖編みのその次の細編みのところです。ここに長々編みを編みます。4段目は2段目と同じようにすべて長々編みを編みます。4段目の長々編みを編んでいます。ここが最後のところです。3段目の最初の細編みの頭のところです。ここに長々編みを編みます。細編みの頭2本を拾って長々編みを編んで、これで4段目の長々編みが編めました。次の5段目は細編みを編みます。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。次は前段の長編みの頭に細編みを1目ずつ編んでいきます。細編みの段の最後は前段に編んだ立ち上がりの鎖編み4目のところに、ここです。ここに細編みを編みます。鎖編みの4個目に細編みを編んで、これで5段目までができました。